例題の写真を見てください。これは何ですか？ 1、コップです。2、椅子です。3、ノートです。4、鉛筆です。一番いいものは1です。ですから、例のように1をマークします。問題は1から6まであります。それでは問題を始めます。問題1。ここはどこですか？ 1、行動です。2、工場です。3、屋上です。4、床屋です。問題2。これは何ですか？ 1、パソコンです。2、スマートフォンです。3、セロテープです。4、ファックスです。問題3。正しい説明はどれですか？ 1、熱心に研究しています。2、自転車を修理しています。3、仕事を探しています。4、お湯を沸かしています。問題4。正しい説明はどれですか？ 1、汚れた森です。2、故障した機械です。3、揺れる乗り物です。4、深い湖です。問題5。何をしていますか？ 1、片付けです。2、泣いたふりです。3、メモです。4、あくびです。問題6。打ち合わせが終わり、相手の会社の人に挨拶をします。こんな時、何と言いますか？ 1、今日はお邪魔しました。2、お構いなく。3、先ほどお目にかかりました。4、今後ともよろしくお願いいたします。例題を見てください。男の人と女の人が話しています。男の人のカバンはどれですか？私のカバンは黒くて大きいです。これですか？ええ、そうです。男の人のカバンはどれですか？一番いいものは4です。ですから、例のように4をマークします。問題は7から12まであります。それでは問題を始めます。G を見てください。女の人が話しています。問題7。女の人が書いた日記はどれですか？先週から友達が日本へ遊びに来てくれていて、昨日国へ帰りました。一緒にお祭りに行って花火を見ました。日本の花火はとても綺麗で、食べ物も美味しいと喜んでくれました。私たちは花火をいい場所で見ることができました。また来年も一緒に日本のお祭りに行こうと約束しました。H を見てください。女の人と男の人が話しています。
問題8、土曜日に捨てられるものはどれですか？おはようございます。すみません。先週引っ越してきたんですが、ゴミはいつどこに出したらいいですか？燃えるゴミは月曜日と木曜日の朝、アパートの玄関の前に出してください。ジュースの瓶や缶はいつですか？土曜日です。それから、紙のゴミは1ヶ月に2回、近くの公園で集めています。わかりました。ありがとうございます。愛を見てください。男の人と女の人が話しています。問題9。男の人の夏休みはいつですか？中村さん、夏休みをいつ取るか決めましたか？いえ、まだです。今年は特に予定もないので。そうですか。僕、今年は妻の両親の家に行くので、12日と13日に取ろうと思いますが、どうでしょいいですね。14日から18日は会社の休みだから、吉田さんの夏休みは7連休ですね。う？それが、10日と11日も土曜日と日曜日なので。あ、そうか。それなら9連休。ゆっくりできそうですね。申し訳ないんですが。大丈夫ですよ。じゃあ私は会社の休みの後に続けて2日間取らせてもらいますね。中村さんは7連休ですね。ええ、どこに出かけようかな。J を見てください。女の人が話しています。問題10。正しいグラフはどれですか？最近、子供がインターネットを使う時間が長くなっていると、いろいろなニュースで放送しています。私たちの町でも、10歳から17歳までのインターネットの利用時間を調べました。一番長かったのが16歳から17歳で3時間37分。一番短かったのが10歳から12歳で1時間58分でした。13歳から15歳は2番目の2時間44分でした。どの年でも去年より長くなっていますが、10歳から12歳が1番で21分長くなりました。K を見てください。男の人が話しています。問題11。男の人はどのコースに参加しましたか？大阪でケーキなどを食べながらマラソンをするイベントが行われ、私も参加してきました。一人で6キロ走るコース、親子で 1.5 キロ走るコース、何人かのリレーで30キロ走るコースの3つあり、それぞれ70分、35分、3時間30分と走る時間が決まっています。一周 1.5 キロのコースに小さいケーキやタルト、ゼリーなどのスイーツを食べるところがあります。時間内なら何回でも食べることができます。私は6キロのコースだったので、4回も食べることができました。このイベントには子供からお年寄りまで様々な年代の人が参加していて、どの人もスイーツとマラソンを楽しんでいました。私も美味しいスイーツを食べられて、とても楽しかったです。L を見てください。会社で男の人と女の人が話しています。問題12。女の人は
いくらのお菓子を買いますか？今日遠くから来るお客様がいて、お土産を渡したいんだけど、他の約束があって買いに行けないから、代わりに用意してもらえるかな。わかりました。どのようなものがよろしいですか？そうだな。2000円から3000円くらいのお菓子をお願いしたいんだけど。それなら、会社の近くのお店の焼き菓子セットはいかがですか？4000円くらいなので少し高くなりますが。いいね。任せるよ。お客様は何時にお見えになりますか13時に会社の受付で待ち合わせしてるから、それまでに用意してくれると助かるよ。わかりました。3時ですね。いや、13時。1時だよ。よろしくね。3、応答問題。はじめに短い文を一つか二つ言います。その後で一人がそれに答えます。1、2、3の中から一番いいものを一つ選んでください。文は一回しか言いません。問題だけ聞いて答えてください。まず、例題をしましょう。例題1。おはようございます。1、おはようございます。2、おやすみなさい。3、さようなら。例題2。お仕事は？会社員です。1、私も会社員じゃありません。2、私も会社員です。3、私も医者です。一番いいものは、例題1は1、例題2は2です。ですから、例題1は1、例題2は2を例のようにマークします。問題は13から28まであります。それでは問題を始めます。問題13。すみません。4階に行きたいんですが。1、CD を聴きますか？ 2、サイクリングに行きましょう。3、エレベーターはあちらです。問題14。まだ出かけないの？ 1、ちょっとネクタイを選んでいたんだ。2、もうすぐ着くよ。3、これから書くよ。問題15。はあ、今日も部長に叱られたよ。1、それはよかったね。2、何か失敗したの？ 3、お大事に。問題16。いらっしゃいませ。1、はい、ワインを飲んだんです。2、マフラーが欲しいんですが。3、ええ、帽子を買っています。問題17。今日は遅れてすみませんでした。1、素晴らしかったですね。2、早く帰ってくださいね。3、明日は遅れないようにしてくださいね。問題18。私の妹がアルバイトしているレストラン、とても美味しいんですよ。1、見せましょうか？ 2、じゃあ今度行ってみます。3、もう飲みますか？問題19。風が冷たいですね。1、いよいよ冬本番ですね。2、冷たい飲み物です。
3、いいえ、寒いですね。問題20。最近、体の調子が良くないんです。1、それはいけませんね。2、それはいいことですね。3、それは助かります。問題21。もしもし、鈴木ですが、今よろしいでしょうか？ 1、はい、ちょうどいいと思います。2、いいえ、良くないです。すみません。3、今会議中なのでまたかけ直します。問題22。明日の食事会はスーツを着なければなりませんか？ 1、スーツを着ております。2、スーツじゃなくても構いませんよ。3、スーツを着始めます。問題23。エンさん、お昼ご飯どうしますか？今からです。タオさんもどうですか？ 1、わかりにくいですね。2、じゃあこれだけやってしまいますね。3、とてもうまいですね。問題24。スピーチのコツを教えてください。1、3時からですよ。2、この会場ですよ。3、慣れることですよ。問題25。その仕事、私にやらせてもらえませんか？ 1、お疲れ様でした。2、今すぐ連絡して。3、わかった。よろしくね。問題26。おかげさまで研修の報告会で褒められました。よく頑張りましたね。1、世話をしてくださいね。2、もう諦めましたよ。3、課長のおかげです。問題27。この時間じゃ電車に間に合いそうもないね。1、ずいぶん急いだんだね。2、そんなことないんじゃない？ 3、うん、嬉しいね。問題28。佐藤部長はいらっしゃいますか？ただいま席を外しております。1、では、伝言をお願いできますか？ 2、では、席を作ってください。3、では、メッセージをお受けします。4、会話説明問題。会話や説明などを聞いて、後の質問に答えてください。質問は、一つの問題に2つか3つあります。問題用紙の1、2、3の中から一番いいものを1つ選んでください。文は1回しか言いません。まず、例題をしましょすみません。頭が痛いですから、今日は帰ります。う。わかりました。女の人はどうして帰りますか？一番いいものは2です。ですから、例のように2をマークします。問題は29から38まであります。それでは問題を始めます。1、女の人と男の人の会話を聞いてください。
田中さん、何を食べますか？カレーも美味しそうだけど、天ぷらも美味しそうですね。でも、ハンバーグにします。肉が食べたいですから。山田さんは？私はコーヒーだけでいいです。どうしたんですか？お腹が空いていないんですか？お腹は空いていますが、ダイエット中なんです。へえ、何かあるんですか？来月友達の結婚式があるから、少し痩せたいと思って。そんなに無理しない方がいいですよ。これなら食べても良さそうですよ。そうですね。じゃあ、ちょっとだけ。問題29。男の人は何を注文しますか？問題30。女の人はどうして痩せたいですか？2、女の人の話を聞いてください。私はこの間、生け花教室へ行きました。私は前から日本の文化を教えてもらいたいと思っていました。その日は母の日にあげる花を作りました。先生が作った生け花を見て、私も作ってみました。他の人も一生懸命作っていました。生け花は花に気持ちを入れて作るそうです。生け花はきれいに飾るだけだと思っていましたが、花に自分の気持ちを入れるのが面白いと思いました。生け花教室は初めてでしたが、日本の文化を教えてもらえてよかったです。問題31。女の人はどこへ行きましたか？問題32。話の内容と合っているのはどれですか？3、電話で男の人と女の人が話しています。この会話を聞いてください。もしもし、鈴木です。佐藤さんですか？はい、佐藤です。どうしましたか？今から会社に戻ります。5時頃になると思います。そうですか。でも今日はそのまま帰ってもいいですよ。でも、今日はみんなでポスターやカレンダーを作る仕事があったと思いますが。会議が早めに終わったので、私や部長も手伝ってポスターは終わりました。あと少しで全部終わるので大丈夫ですよ。そうですか。では、今日はこれで失礼します。問題33。男の人はこの後何をしますか？問題34。女の人はこれから何をしますか？4、男の人の話を聞いてください。私は今、70歳です。今年高校を卒業しました。
私の家は兄弟が多く、お金もあまりなかったので、若い頃高校に行くことができませんでした。15歳で中学校を卒業し、65歳までずっと働いていました。それでもやっぱり高校の授業を受けたいと思い、高校の入学試験を受けることにしました。試験に合格して高校生活が始まると、周りには孫ぐらいの年の子ばかりでした。でも、勉強したいという気持ちに年は関係ないと思います。これからももっといろいろなことを勉強するために、次は大学へ行きますが、今の目標は大学を卒業して大学院へ行くことです。問題35。男の人はいつ高校を卒業しましたか？問題36。男の人は勉強することについてどう思っていますか？5. 会社で男の人と女の人が話しています。この会話を聞いてください。山本チーフ、おはようございます。今日から3月ですね。ああ、今日の新聞はもうお読みになりましたか？おはよう。今日はまだ読んでない。何かいい話あった？はい。イギリスの航空会社で女性が化粧をしなくてもいいし、スカートを履かなくても良くなったらしいです。それはいいニュースだね。うちの会社も受付の女性は化粧をしてスカートを履くのが規則ですよね。そうそう。男の人と受付以外の女の人は自由だけどね。受付の人も自由に選べた方がいいですよね。私もそう思う。来月の会議で話してみるけど、その記事もっと詳しいこと書いてある？まだ新聞を持っているのでご覧になりますか？そうね。ありがとう。問題37。会議はいつですか？問題38。女の人はこの後何をしますか？これで聞くテストを終わります。